これ大人気の展覧会ですが、ただ不気味で SNS 映えするだけと思ったら大間違い。話題の展覧会についてあなたが知らない10のこと。年間1000カ所のアート巡りを動画で紹介するコウスケです。今回は話題のトニー・アウスラー展、これめちゃくちゃ良かったんで、他で語られてない10のことを紹介します。この展覧会を見に行けない方も動画でアート巡りを楽しめるし、行った方も公式サイトにはない情報を紹介するんで、新たな視点で楽しめます。他にもトニー・アウスラーを見に行った方が見逃してそうなアートや、近くのギャラリーも全7カ所、この人たちのライブも。チャンネル登録お願いします。さあ、やってきました麻布台ヒルズ。チームラボもありますよね。それとザ・モンスターズの展覧会を麻布台ヒルズギャラリーでやってて、その宣伝が大々的にされてます。なんか一時期人気だったラブブってやつですよね。で、私はここへ来ました。ギャラリー舞台裏。ここレストランなんですが、入り口のスペースがギャラリーになっていて、食事しなくてもアート見るだけでも OK です。森優香さんの作品は過去にも見てます。人と自然の境界線が曖昧な感じが面白いんですよね。で、今回はレストランでの展覧会というのもあり、食べること、外部のものを体に取り込むっていうことにフォーカスしてるみたいです。ただ外部から取り込むのは食べ物だけじゃなくって、いろんな刺激とか人間から受け取るものもありますよね。それこそ私の場合、アートから得るものはとても大きいです。画家の猪熊源一郎が美術館は心の病院と言ってました。これが私の中ではとてもわかるというのが、アートに向き合うとアートが寄り添ってくれたり、アートが包み込んでくれたり、ぶん殴ってくるアートもありますが、私にはとても大切な時間です。同じフロアのこちらは休みでした。上へ上がります。ラブブってなんか女子が好きなキャラクターグッズで、私には関係ないと思ってましたが、カシンロンっていうアーティストがデザインしたものなんですね。恥ずかしながら知りませんでした。2022年には村上隆さんの開会危機ギャラリーで展覧会やったんですね。で、その後ブームになったってことみたいです。とか言ってラブブはスルーして上にあるペースギャラリーへ行きます。世界三大メガギャラリーの一つですね。今回はウィリアム・モンクの展覧会をやってます。ロンドン出身の画家で、日本で初めての個展だそうです。タイトルはヌーンデイナイト。昼なのに空が真っ暗になる自然現象から来てます。外の景色が見える爽やかなギャラリーですが、なんだか怪しい景色の絵画。なんとなく三途の川って感じがします。そこに時々見張り板みたいな人影があるような。上の階へ続きます。公式サイトを見ると、異世界との境界に佇む案内人とか、仏教における悟りの境地とか、死と再生のサイクルとか、そんなようなことが書かれてました。こちらのフロアは階段が印象的で素敵ですね。で、その階段はもともとあるもので作品じゃないんですが、作品と合わせてふとレッド・ツェッペリンの天国への階段って曲を思い出しました。あれかなり解釈が難しい歌詞ですけど、お金で天国への階段さえも買おうとする人の話で、物質的金銭的に満たされることと精神性との対比かなと思います。
境目とか境界線とか、そんなキーワードが感じられました。何が描かれているか曖昧だし、大きい作品は少ないし、壁などに手も加えてなく作品だけなのに、作家の世界観に包み込まれるような展覧会でした。さて、麻布台ヒルズを後にして電車で一駅虎ノ門ヒルズへ行きます。いよいよやってきました、トニー・アウスラー店。まず会場の東京ノード45階へ行くエレベーターに乗る前のこれも忘れずに見ておきたい。これトニー・アウスラー店と関係ないんですけど、他のメディアで話してないでしょ。大場大輔さんの巨大な作品が常設されてます。宇宙っぽい感じが私の中ではトニー・アウスラー店とつながります。さあ上へ行きましょう。会場に入ると目玉がいっぱい。これあなたはどう感じますか？アートを鑑賞しに、つまり作品を見るために来たわけですが、同時に見られてる感じもします。よく見ると目玉以外も映ってます。ただ面白いとか映えるとかじゃなくって、見られてるといえばどこにでもカメラがあって監視されてるような時代ですよね。犯罪の抑止や犯人逮捕には良いことですが、例えば渋谷の交差点とか常に YouTube でライブ配信されてたりとか、ここへ行くと勝手に自分の映像が世界に配信されちゃってるわけで、なんかすごいですよね。ちょっと怖いかも。それと公式サイトにはこうあります。アウスラーにとって目は私たちがイメージを消費し続ける飽くなき欲求の象徴。視覚情報の氾濫と人間の尽きない好奇心の関係性を暗闇の中で鋭く浮き彫りにしています。イメージを消費し続ける視覚情報の氾濫、人間の尽きない好奇心。 TikTok やインスタのショート動画など、とにかく視覚情報が消費される時代ですよね。今回のこの展覧会、実は招待していただいて内覧会で鑑賞したんですが、周りもインフルエンサー的な人たちが多くて、なんかすごいんですよ。アート鑑賞というよりもお仕事的にサクサクとバズる動画映像を撮影していくみたいな感じの人が多くって、それを批判するつもりはないです。それすらアウスラーの作品に思えました。映像の消費と人の心がどう動くかみたいな。ただ我々が日々浴びるように見てる情報ってそんな感じで作られてるんだと自覚は必要ですよね。つまりこの展覧会すごい、この店美味しいみたいな情報も投稿者が本当にそう思ってるとは限らないっていうか、発信者には必ず何か意図がありますよね。それはあらゆるメディアや人の噂にも言えることで、全部を鵜呑みにしちゃいけないっていう。 AI でフェイク動画も簡単に作れるし、動画を見て簡単に信じちゃいけないなと。この作品も目玉だけでなく陰謀論に関する映像が映し出されていたりとか、私が YouTube でこうして話していることも疑った方がいいかもしれません。一方こちらの作品は超能力を研究した福来智吉という人がこの作品の鍵なんだそうです。知ってますか？私は初めて聞いたんで調べてみたんですけど、20世紀初め頃に千里眼ブームっていうのがあったみたいです。三船千鶴子という女性に透視、つまり千里眼という能力があると、要は密閉した容器の中の文字が読めちゃうんだと。でそれを福来智吉が学会や新聞で発表して、それで千里眼ブームが起きたと。けど公開実験をしたらうまくいかなくって、周りの学者とかマスコミから大バッシングを受けて、最終的には三船千鶴子が25歳の若さで自殺をしてしまったと。なんか人間って戦争もそうだけど同じことを繰り返すんだなと思いますね。
今も SNS で似たことが起きていたりとかで、この作品の見るっていうテーマで言うと、さっきの作品のメディア情報を信じるかっていうところにもなんかつながりますよね。福来智吉からすると、透視能力、物を透けて見る力が三船千鶴子にある方が自分の研究成果として名を上げることができると。けどメディアや世間も実際見える力、超能力があったらいいな、それがあると面白いなっていうのがあるから世間が盛り上がっていたわけで、なんかスタップ細胞の事件も思い出します。急に爽やかというのか普通の家みたいな空間もありました。と思ったら変な人がいたり、鼻の中には隠しカメラがあります。プライベートって作品です。最も安全なはずの家の中でもテレビやネットの洗脳を浴びていたり、パソコンやスマホのカメラをハックされて映像を見られてしまう可能性がある。私たちのイメージは誰のものか、個人のアイデンティティについて問いかける作品です。アウスラーは長年トラウマやメディア社会による心理的影響、そして多重人格やアイデンティティの形成に関心を持っているそうです。この作品の説明文にアウスラーとこの映像のこの顔の人で制作した作品ジュディっていうのが過去に物議を呼んだと書かれてました。調べてみるとこれかなりヤバい作品だったみたいです。まずその作品のモチーフは1980年代のアメリカで起きたサタニックパニックという社会現象。これはミシェル・リメンバーズっていう本がきっかけで、ミシェルという患者と医者が書いたノンフィクションで、ミシェルが思い出しちゃったと。つまり幼少期に悪魔を崇拝するカルト集団から残虐な虐待を受けていたと。で、なんで思い出したかって、対抗催眠という催眠状態で過去の記憶に遡ってトラウマの原因を探る心理療法で思い出したんだとか。私からするとその催眠もカルトもうさんくさいなって感じですが、当時のアメリカはそれで大パニックが起きて、要は集団ヒステリーですね。子供たちが悪魔崇拝者に虐待されてると根拠のない噂や告発が相次いで、無実の人々が逮捕されたりとか、実際には医者や親や警察、あと心理職の大人たちが子供たちや患者に対して悪魔の儀式を見なかったか、生贄にされなかったかと誘導尋問を繰り返したわけですが、メディアの過熱報道もあってパニックになってしまったんですね。日本でもちょっと前にネットフリックスで話題になった細木数子とか、そういうメディアが担ぎ上げた怪しいものもあれば、政治とかその他の面でもメディアによってデマやフェイクニュースが広がったり洗脳が起きたりあるわけで、このトニー・アウスラーがそういうカルトや超常現象、陰謀論、幽霊、テクノロジーと感情、心理学、あと視覚情報と人間の欲求とか、そういうテーマ設定をしているのがとても面白いし、私も興味を持ちました。サタニックパニックについては映画サタンがお前を待っているが UNEXT にあったので見てみました。実際にテレビでミシェルが悪魔崇拝教団による虐待を告発する様子や、ミシェルの妹とかミシェルと本を書いた医師パズダーの周りの人とかの証言などを見てて、私は特に疑い深い人間でかつスピリチュアルなどを信じないタイプですが、それでも連日テレビでやってたら、もしかしたら私も信じてしまうかもなと思いました。実際に映画を見てると、その本を書いた医者パズダーが有名になりたがってたんだとか、あと患者のミシェルとそれ以上の関係になってたんだとか、そういう証言もあったり、パズダーがテレビや講演会でアメリカ中を回り、警察やセラピストに向けたセミナーも開催して教育した結果、セラピストは悪魔崇拝や虐待がある前提で患者に接するし、それで患者はそれがあったと言い出しちゃうし、で警察はこんなにたくさん証言があるんだから本当だろうと思っちゃうし、
今冷静だとバカバカしく思うんですが、当時はヘビーメタルが悪魔崇拝に関係してるんじゃないかと警察が本気で捜査もしたらしいです。で、昔の話だと言っても3、40年前のことだし、遠く文化の違うアメリカの話だと言っても、私最近見た映画福田村事件も似てるなと思ったんですよね。これは1923年の千葉県で朝鮮人が暴動を起こすっていうデマが広がった結果、香川県から物を売りに来てた集団日本人が言葉遣いがおかしい、朝鮮人だと疑いをかけられて、地元の自警団や村人たちによって9人も殺されてしまった事件です。これも集団パニック、集団ヒステリーだし、みんなが言ってるからそうだとか、権力者が正しいとか、みんなと違うことを言い出すと自分の立場が危ういとか、そういうのもあって起きてしまった事件ですよね。福田村事件はサタニックパニックに比べてうさんくささや個人の欲望は感じられず、みんな本気真剣だからより一層深刻ですね。そしてこの福田村事件をテレビや新聞は取り上げづらい側面もあります。朝鮮人虐待、差別という政治的歴史的なセンシティブな内容ですからね。加害者に悪気はなく、むしろ正義感で人を殺してしまったってことはメディアで好まれる内容ではないし、事件が地域のタブーになっていたりとか、そして何よりメディア自身が朝鮮が暴動を起こしているというデマを報道して拡散させてしまったっていう過去の大きな汚点でもあります。そういう意味でこれを映画化した監督素晴らしいです。アート展であるトニー・アウスラー展をきっかけに映画サタンがお前を待っているを知り、福田村事件とつながり、メディアの影響の大きさを感じ、そして人は何を信じるか、なぜ信じるかとか、そんなことも考えさせられます。これは我が土星の恋人たちっていう作品で、2024年に六本木でも見ました UFO に関する作品です。 UFO 信じますか？私は全く信じませんが、見てないからですよね。もし実際見たら信じることになるのかもしれません。これは世界初公開、ロックスターデビッド・ボーイとの共作です。アウスラーとボーイが互いの前衛性を認め合って2000年に作った作品。映像や言葉が人にどんな影響を与えるのかという作品です。実はこの2人2013年にも共作してます。ボーイが突如発表したカムバック曲 Where Are We Now のミュージックビデオもアウスラーが監督してます。これです。 YouTube にもあるのでぜひ見てみてください。この曲、1970年代のベルリン時代のノスタルジーなんだそうです。それがどういうタイミングかっていうと、彼が薬物中毒を克服してベルリン三部作という革新的なアルバムをブライアン・イーノと作った時期なんですよね。そんなのも知りつつ、改めてこの作品を見ると、単に面白ってだけじゃなく、なんか味わい深いです。他にもこのキメラっていう作品とか紹介してない作品もいろいろあるので、ぜひ見に行ってみてください。さて、まだあります。トニー・アウスラー展について他で語られてない視点。これは2024年に六本木で開催された展覧会の様子。こういう平らでない立体物に映像を映し出すのが面白いですね。そして不気味な雰囲気も。これはさっき今回の展覧会にもあった我が土星の恋人たちっていう作品ですね。
そしてこれ水の中に顔がある作品は2019年に愛知県豊橋市で見ました。そして同じ作品をなんと2021年にも大阪国立国際美術館で見ました。この美術館のコレクションみたいです。ちなみに今回のトニーアウスラー展の会場横の東京ノードダイニングではコラボメニューもあります。ところでテレビに出たことありますか？私は20代の頃に出ちゃいました。極楽とんぼと真鍋かおりさんが素人の恋愛を応援する番組で、なんとサプライズ的に女子から告白されるみたいな。私は洗脳とかできませんけども、何かの間違いでテレビで告白されるっていう。で大変だったのが、当時 CD 屋で働いてて、その様子も放送されちゃって、店にお客さんがいっぱい来て話しかけられて、めちゃくちゃ気まずかったです。あれはメディアの影響力を感じたり、あとはちょっと面白くするために事実をねじ曲げる感じ、演出、そういうことも感じる出来事でした。私の時間あるいは人生もメディアに利用された、世間に消費されたわけですが、今こうして自分から YouTube で発信してるってのも皮肉なもんですかね。これは虎ノ門ヒルズステーションタワー7階ロビーにあるアートです。さて3階の服屋セレクトバイベイクルーズの奥にアートギャラリーがあります。これ写真か絵画かみたいな。動画撮影 NG でしたが、実際にはこれ動いてます。日常風景をビデオカメラで撮影後、パソコン上でペンツールを用いてトレースしてアニメーション化してます。でもこれは写真かな？リアルかアンリアルか。さあここから電車移動してちょっと面白そうなところへ行きます。そうそう、虎ノ門ヒルズ駅の改札内に清川あさみさんの作品もあります。これとても素敵です。さあ渋谷へ来ました。あそこです。東京ナイトマーケット代々木公園です。この人すごいな。さあいろいろお店が出てます。DJ もやってました。けど私が行きたいのは音楽ライブです。気になってたけどライブ見るのは初めてで、とても楽しみなピアノジャックです。これまだリハーサルなのにお客さんをすでに盛り上げてくれてます。ピアノとカホンの2人組。カホンっていうのは木の箱を手で叩く楽器ですね。初めて聞いた人でも思わず盛り上がっちゃいますよね、これ。いやー、めちゃくちゃかっこいいです。
やー、見せる演奏というかパフォーマンスいいですね。ゲストのパーカッションの人も来てました。いやー、めちゃめちゃ楽しかったです。お、まだいました。すごい。さあ、今回のアート巡り、どれが気になりましたか？トニー・アウスラーの作品について、あるいはそこから発展したサタニックパニックや福田村事件について、その他の展覧会についてなど、ぜひ感想を教えてください。この動画が面白かったっていう方は高評価やハイプお願いします。また次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。